思考実験シリーズ。今回取り上げるのは、トロッコ問題だよ。ついに来たか。でもすでに他の人がたくさん解説していない？トロッコ問題には色々なバリエーションがあるんだけど、もともとはフィリッパ・フットという哲学者が、1967年に提起した問題なんだ。その後、ジュディス・ジャービス・トムソンという人が、いろんなパターンのトロッコ問題について議論している。YouTube だと、こちらのトムソンが展開したトロッコ問題の方が、取り上げられていることが多いかな。そこで、この動画ではフィリッパ・フットの元々の議論に沿って、元祖トロッコ問題について解説していくよ。オリジナルの議論を見るとまた新しい発見があると思うから、ぜひ最後まで見ていってね。楽しみにしているよ。ある日、洞窟探検に出かけた若者たち。洞窟にたどり着き、目的地である最奥の鍾乳石に向かって、順調な探索が続いていた。しかし、突然、地面から地下水が溢れ出し、彼らは必死に洞窟の入り口を目指して駆け出した。しかし、不幸にも彼らは最も太った男を先頭にしてしまった。彼は洞窟の入り口に引っかかり、身動きができない状態です。最悪だ。一番、懸命なのは彼が痩せるまで、そこで待ち続けることですが、地下水はもうそこまで迫っています。このままでは、他の5人の若者は溺死してしまう。すると、幸運にもダイナマイトが荷物の中から見つかりました。ダイナマイトを使えば、5人は助かることができますが、太った男は死んでしまいます。使わなければ、太った男は救助を待つことができますが、5人は溺死してしまいます。果たして、ダイナマイトを持ったあなたはどうすべきでしょうか？なお、持っているダイナマイトの量では、洞窟の壁自体に穴を開けることはできそうにない。うわ、トロッコ問題だね。5人を救うべきな気もするけど、爆破される男の苦痛を考えるとそれも嫌だな。そこでフットはもう一つのパターンを考えている。今度は、太った男は後ろからついてきて、入り口に引っかかってしまった。男の頭は洞窟内にあり、何もしなければ太った男を含め、全員が溺死してしまう。しかし、ダイナマイトを使えば、太った男一人の犠牲で、他の5人は助かる。果たして、ダイナマイトを持ったあなたはどうすべきでしょうか？今回は、どちらを選んでも太った男が助からないパターンか。男を傷つけるのは嫌だけど、何もしなくても死んでしまうなら、ダイナマイトを使う選択をする人も多いかもしれないね。フットは、特に、この2つ目のパターンを中心に議論を展開している。そして、次に後に有名になるトロッコ問題。フットの議論では、あなたは路面電車を運転している運転手だ。線路の先を見ると5人の作業員がいる。今からブレーキをかけても間に合わない。次の対比線で切り替えれば、5人の命は救われるだろう。ただ、対比線の先には、別の1人の作業員がいるのが見える。さて、あなたはハンドルをそのままにして、5人を犠牲にするか。それともハンドルを切って1人を犠牲にするか。よく見るトロッコ問題では傍観者の視点で、スイッチを押すか押さないかが問題になるから少し、違うんだね。フットはおそらく、多くの人はこの場合、ハンドルを切って、1人の作業員を犠牲にするだろうと考えている。その上で次に、5人の患者の例を挙げている。5人の患者は血清を必要としており、血清がなければ時期に死んでしまうことがわかっている。そこへ、健康な一人の男性が健康診断に訪れた。彼の血液を調べると、驚くべきことに5人の患者に必要な血清を作るのに使用できるものだった。彼の血液から、血清を作れば、5人を救うことができる。しかし、そのためには彼の血液すべてが必要で、男は死亡する。医師は、健康な一人の男を犠牲にして、5人を救うべきだろうか。これも、臓器移植の例とかでよく見かけるパターンだね。ただ、トロッコ問題よりも立ちが悪い気がする。実際この医師の例では、5人を救うために1人を犠牲にすることは許されないとフットは考えている。そして、トロッコ問題においては、5人のために1人を犠牲にすることを選びながらも、健康な男を殺して、5人の患者を救う問題では、医師の行為を許さない人が多いのはなぜか、という形で議論を展開している。議論の解説の前に、少し簡単にフィリッパ・ルース・フットについて紹介するね。フットは、1920年10月3日生まれのイギリスの哲学者で、アリストテレスの倫理学を、現代の問題に応用した徳倫理学を代表する人物の一人だよ。徳倫理学？功利主義や義務論と並ぶ立場で、人間の道徳感情のうち、勇気、節制、正義といった、何らかの徳を備えた行為の重要性を説く立場だね。ただ、彼女は年代によって自分の立場をガラリと変えるタイプの哲学者で、義務論の立場に近づいたりと徳倫理学者と一概には言い切れない。ウィトゲンシュタインの皇帝エリザベス・アンスコムとの論争を中心に哲学をスタートし、非認知主義を否定した。非認知主義？
メタ倫理学という分野での議論で、道徳的問題を考えるときに、道徳判断は何らかの事実の認知に基づくという認知主義と、道徳的な判断は事実の認知には基づかない、あるいはそれ以上のものを含むという非認知主義が、対立していたんだ。具体的には、憎らしい顔という事実が存在して、憎らしいという感情が成立する、と考えるのが、認知主義的な立場で、そういう外部の事実以上のものがあると考えるのが、非認知主義だね。なるほど。その議論も面白そう。メタ倫理学については、また詳しく解説する動画を作る予定なのでそちらもぜひ楽しみにしていてね。さて、今回の思考実験は、フットが1967年に発表した、中絶問題と二重結果の協議という論文の中で登場させたものなんだ。中絶問題は、現在も倫理的、社会的に議論が続く大きな問題だけれど、1960年代、医療的な堕胎技術が進歩する社会情勢の中で、彼女はこの問題に哲学の立場から取り組み始めた。フットは、この論文で、母子ともに生命の危険がある場合など、特定の場合の中絶を認めるべきだと主張する際、その根拠とされる二重結果の原則について論じている。二重結果の原則とは、もともとトマス・アクイナスが神学大全の中で、殺人は許されない行為だが、自己の命を守るため、つまり防衛のための殺人は許されるとした考えに起源を持っている。正当防衛の議論だね。私たちの行為には、意図した結果と予測可能な結果という2種類の結果が含まれており、ある場合には予測可能な結果は許容されると考える。つまり、防衛のための殺人は、自己の保護という意図する結果のために、相手の死という予測可能な結果を許容するものである。ただ、その場合も次の条件を全て満たしている必要がある。1番目は、その行為は、道徳的に良いことか、少なくとも中立であること。この場合だと、殺人自体は悪いことだけど、自己の防衛の結果として、相手が死ぬことがあると、捉えれば中立と考えることができる。2番目に、行為者は積極的に、予測可能な結果を望んでいないこと。他の良い方法があるならそちらを選ぶべきである。この場合だと、相手が憎いから殺すというのはダメで、相手から逃げられるなら、当然そちらを選ぶべきなんだ。3番目は、意図した結果は、行為によって引き起こされなければならず、予測可能な結果によって引き起こされてはならない。つまり、予測可能な結果を悪用してはならない。例えば、相手の死は、自己の防衛という行為の結果でなければならず、相手を殺すこと自体によって自己の防衛を実現してはいけないということだね。自己の防衛は、自己の保護に必要な範囲だから、ただ相手を突き飛ばして気絶させられるならそれで言わずだ。ただ、それでも打ちどころが悪くて死んでしまう場合もある。4番目は、意図した結果は、予測可能な結果を相殺するだけの効果を持たなければならない。つまり、自己の保護が、相手の死よりも良い。あるいは等しいものでなければならないということだね。普通の人が、突然、夜道で暴漢に襲われた場合は、この条件を満たしていると言えるけど、自分が銀行強盗をして、警察に追われている場合には、成り立っているとは言えないね。そして、この二重結果の原則に基づいて、多くの場合、中絶は許されないが、妊娠中の女性が、子宮癌で子宮摘出が必要な場合など、母子ともに生命の危険が伴う状態では、母親の命を守るという意図した結果を得るために、胎児の死という予測可能な結果は許容されると考える人々がいる。この4つを満たしていれば、相手の死を伴うような行為も許されるのかな。本当に悪用されない？そうだね。フット自身も二重結果の原則が悪用される危険性が一番の問題点だと考えている。別の例を考えてみよう。軍事的な空爆の場合、意図された結果は、敵国の軍隊や軍事基地の破壊だ。ただ、予測可能な結果もある。隣接する市街地に住む民間人の巻き添えは当然予想されるよね。もし軍事指導者が、軍事基地の破壊を目的としていると言いながら、実際は国民全体の虐殺を目的としていたらどうだろうか。それは許されないね。ただ、軍事指導者はあくまでも、敵国の軍隊や軍事基地の破壊が目的であったと主張できるよね。相手の本心がわからない以上、二重結果の原則に基づいて行為を判断するのは難しいんだ。フットは、この二重結果の原則は、意図する結果と想定可能な結果の区別に基づくが、想定可能な結果自体を望んでいない、つまり悪用をしていない保証はないと考えた上で、自身の考察を進めている。フットは、相手を傷つけることと援助することの区別が必要だという。そして、援助することよりも、傷つけることを否定している。そして、この区別に基づいて、今回登場したそれぞれのケースについて考えている。太った男をダイナマイトで吹き飛ばすことは傷害だが、そうでなければ全員が傷害を負うことになる。だから、太った男の死は許容される。同様に、1人の作業員と5人の作業員は、どちらも傷害なので、5人を選ぶことが許容される。
しかし、一人の健康な男を傷つけることは、5人の患者を救うことに優先されてはならないとフットは考えている。健康な男に障害を与えることを防ぐことは援助よりも優先されるからだ。そして、子供一人の命と母子二人の命では、二つは共に援助でありながら、より大きな援助として、子供を犠牲にすることを選ぶと考えている。二重結果の原則の問題点を指摘しつつ、母子ともに危険な場合の中絶については、許容する議論をしているのか。そうだね。ただ、この論文はフットがこの問題について考え始めた初期のものなので、かなりその後の彼女自身の考えとも異なっているよ。最初に、フットはかなり哲学的主張を大胆に変化させてきたということを話したけど、最後に哲学者が自らの立ち位置を変化させることについて考えておこう。これは、主に問題を解決する最良の方法を優先するか、問題に対して自分の立場から何が可能かを考えることを優先するかの違いだと思う。フットのような問題先行型の哲学者は、問題に応じて、自分の立場を柔軟に変化させる。そして時に同じ問題に対しても、意見が真逆に変化することもある。これは真理の探求に向けて真摯であるとも言えるけど、人によっては日和見主義的に思う人もいるみたいだね。これはおそらく、思想とはその人の人格の体現であり、一貫したものでなければいけない、と考えている人からの批判だと思う。一方で、司法先鋭化型の哲学者もいて、問題に対して、自分の立場からどのような主張が行えるのかを考える。つまり、自分が功利主義の立場に立つのであれば、どの問題でも功利主義の立場からの主張を考える。この場合、様々な問題に取り組むことで司法そのものが先鋭化できたり、司法自体の問題点を浮き彫りにできるというのが強みだと思う。もちろん問題解決を第一に考えた上でだけどね。どちらも強みがあるんだね。実際どの哲学者も程度の違いはあるけれど、両方の側面を持っているから、どちらが悪いということはないと思うよ。今回は、トロッコ問題が最初に登場したフットの議論を紹介したけれど、参考になれば嬉しいです。二重結果の原則やフットの障害と援助の区別は自分でこの問題を考えるときにも役立ちそうだね。トロッコ問題については、純粋に哲学的な立場からの議論以外にも、心理学や神経科学的な立場からのアプローチも多く行われているので、また別の機会にそういった話も紹介できればと思っています。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。